おはようございます。仕事終わりにバスタ新宿から夜行バスに乗って上高地にやってきました。5時半に上高地バスターミナルに着いてお手洗いなどの準備を済ませて、ただいまの時刻は5時45分です。今日はこれから1泊2日で十太郎新道釣り尾根を歩いて奥穂高に登ります。2024年の夏、絶対に行こうと去年から決めていた参考です。ただ今年の夏は自分の休みと天気の相性が悪くてすでに2回リスケしていて、これは3度目の正直です。それでも実は天気予報バッチリっていう感じではないんですが、もうこれ以上延期できないので思い切って行ってきます。初日の今日は上高地から岳沢を経て十太郎新道釣り尾根と呼ばれるルートを歩いて奥穂高の山頂を目指します。上高地の標高が1500メートル、奥穂の標高が3200メートルなので、標高差1700メートルを一気に登ります。その後、奥穂山頂近くにある穂高岳山荘で一泊お世話になります。途中で前穂高にも立ち寄る予定です。初日のコースタイムは10時間です。そして明日は唐沢ルートで上高地まで下山する予定です。この分岐を岳沢方面に行くの今回が初めてです。上高地バスターミナルにはたくさんの登山者がいましたが、岳沢方面に進む人の割合はそれほど多くないです。登山口に到着しました。登山口にある10という数字は岳沢小屋が近づくにつれて徐々に減っていきます。登山口から岳沢小屋までのコースタイムは2時間です。岳沢小屋までは特に難所はないと聞いてます。最初は樹林帯です。樹林帯はなかなかテンションが上がらず相変わらず苦手ですが、今日はそんなことも言ってられません。この後の十太郎新道と釣り尾根に備えて巻けるところはなるべく巻きたいので、岳沢小屋までは休憩ゼロでひたすら登っていきます。視界が開けてきました。朝一と比べると天気が良くなってきました。岳沢小屋が見えてきました。岳沢小屋に到着しました。岳沢テラスからは上高地が見えます。上高地をこの角度から見下ろすのは初めてでテンション上がりました。ここまで休憩なしで歩いてきたのでちょっとゆっくりしたいと思います。岳沢小屋での休憩を終えて次は紀美子平を目指します。
君子平は前穂と奥穂の分岐点です。いよいよ十太郎新道に入ります。まずはジグザグの上り坂が続きます。ちょいちょいお花が咲いてますが、ずっと登りっぱなしなのがきつくて、楽しむ余裕はあんまりなかったです。竹沢小屋から君子平までのコースタイムは3時間です。ジグザグ道が終わったらゴツゴツした岩場が続きます。この後、鎖やはしごも出てきます。岩場に突入してからは両手を駆使して登る箇所が多くて、ストックはない方が登りやすいかなという印象でした。なかなか長いんですね。長いですね。よく写真で見るやつですね。あ、でもそんな怖くないですよ。なんか直角じゃないから怖くないです。よいしょよいしょ。こんにちは。あ、こんにちは。一方通行。カモシカの立場に到着しました。すっかり晴れて稜線が綺麗に見えてます。ここでヘルメットを装着しました。長すぎ
もきつかったです。皆さん長かったですよね、さっきの。今度のちょっと短そうですね。竹沢小屋がどんどん小さくなっていきます。ずっと垂直にとにかく上へ上へ登っていく感じです。あ、ゆっくりですけど、大丈夫ですか？すいません。でもここでかけられるからこっちの方がいいかもしれないね。本当ですか？はい、ちょっと。どうぞどうぞ。すいません。こっちですね。右のね。ちょっと待ってね。はい、全然。すいません。はい、大丈夫です。すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。右に一歩かければ。ここですか？はい。で、いけそうです。はい、ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。こんにちは。こっちでいいのか。そっち、こっち行けます。よいしょ。すいません、ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。なかなかだぜ。もっと急ってどんな急？今ちょっと聞いてしまいましたね。もっと急になるって。よいしょ。行きます先に。いや、全然大丈夫です。これは初めてじゃないんですか？ここは初めてです、私。この道は。初めてですか、ここは。一緒です、一緒です。頑張りましょう。どうぞ。いいです、いいです。こっちの方が楽かもしれない。ありがとうございます。ちょっとそこ高いですもんね。そっか。じゃあちょっとこっち行ってみよう。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。これからですよ。みんなにこれからって言われる。まだ序の口ですか？しょうがないね。いや、もう戻れないですね。よいしょ。よいしょ。気をつけて。はい、ありがとうございます。すいません、お待たせしました。よいしょ。こんにちは。
こんにちは。よいしょ。あ、こんにちは。あそこに看板あったのか。あ、本当ですね。どこにあんのかなと思って。本当だ。見逃した。見逃し見逃した。そこに。本当に探したんだよね。岳沢パノラマってあそこ。あ、そこに看板が。どこにあんだよと。本当だ。晴れてたらいい景色が見れそうなのにガスガスしてきました。十太郎新道の中で足がすくむような箇所はなかったと記憶してますが、油断したら足を滑らせてしまいそうな箇所は多々ありました。慎重に進みます。十太郎新道は腰を下ろしてゆったり休める場所がそこら中にあるわけではないですが、カモシカの立場やライチョウ広場は比較的スペースがあって休憩しやすかったです。岳沢小屋から歩くこと3時間、君子平に到着しました。ザックをデポして前穂に登ります。君子平から前穂ピストンのコースタイムは1時間弱です。ゴツゴツした岩場が真上に伸びてます。思った以上に険しくて、技術的にも体力的にも結構ハードです。ガスガスな状況でさえも高度感を感じる場面が数箇所あってヒヤヒヤしました。残念ながらガスでしたね。ガスですね。ちょっと待ってみたんですけど。ああ、ダメでした。ダメでした。山頂あとちょっとですかね。もうすぐ。もうすぐそこ。あ、よかった。1分ぐらいです。あ、よかったです。気をつけて。はい、お気をつけて。よいしょ。あ、すいません。すいません、ありがとうございます。あ、ここか。ありがとうございます。前穂の山頂に到着しました。真っ白です。前穂から見る奥穂がかっこいいと聞いて楽しみにしてきたんですが、とても残念です。リベンジ案件ですね。こういう時は1時間くらい山頂で晴れ待ちすることが多いんですが、今日は潔く諦めてサクサク君子平に戻ります。
というのも、これから歩く釣り尾根が未知数なので、どれだけ体力を使うか、どれだけ時間がかかるか読めないからです。前穂の下りはかなり怖くて、たまたま居合わせたツアーの方にくっついて、すぐ後ろを歩かせてもらいました。リベンジ案件と言いつつ、前穂の下山をもう一度経験するのは正直怖いなという気持ちです。そういう道がずーっとあって、崖ですけど、落ちるような感じじゃない。本当ですか。と思うんですよね。むしろこっちの方が怖かったりします。前穂の。ここの方がちょっと前穂思ったより怖かったんですよね。はい。急やから、はい、ちょっと失敗したらポンと打ってくるちょっと怖いとこあったんですよね。これから釣り尾根と呼ばれるルートに突入します。歩いた感想を結論から話しますと、釣り尾根はそんなに大したことないです。ビビる必要ないと思います。釣り尾根っていう言葉の響きがなんかもっと怖いとこのように感じるけど、君子平から前穂山頂への往復の方が100倍怖いし、体力消耗の観点で比較しても重太郎振動の方がよっぽどしんどいです。左側が切れ落ちてます。絶対踏み外せないので、もちろん慎重に進みますが、登山道の幅は意外とあるので、それほど恐怖心はなかったです。比較的狭い箇所は右手を岩につけながら進みました。何ですか？はい。景色が見れるんですか？なんか。ドカーン。下向いて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 。ガスってる。上がってる。すごい。あれがね、あれがちょっとバーっていけば。あ、すごい。はあ。ここでいきなりガスが晴れてきました。振り返るとさっき登った前穂がめちゃくちゃかっこよく登場してました。また来いよと言われているような、完全に自分都合なんですけど、そんな感じがしました。
いよいよ奥穂の山頂が見えてきました。奥穂に来るのは3回目ですが、今までは唐沢ルートからのアプローチだったので、この角度から近づいていくのは初めてです。奥穂山頂でも急にガスが晴れる瞬間がありました。ただいまの時刻は15時。奥穂からの景色をもっと楽しみたい気持ちはありますが、だんだんガスってきているのと、小屋の到着が遅れるのは気が引けるので、そろそろ穂高岳山荘に向けて出発します。奥穂山頂から穂高岳山荘までは3、40分かかります。穂高岳山荘を目指して歩いている間もガスったり晴れたりを繰り返してましたが、ガスが取れると正面の唐沢岳がかっこよく見えます。いて。さっき晴れててよかったですね。よかった。ちょっとだけ見れましたよね。ちょっと報われた感じが。今日ずっとガスガスでしたもんね。そうでしたね。16時前、穂高岳山荘に到着しました。上高地バスターミナルを出発してから10時間経ってます。我ながらよく頑張りました。穂高岳山荘には去年2回お世話になって、今回が3回目の宿泊です。お水を分けてもらえます。今日は2リットル弱のお水を飲みました。お部屋に荷物を置いたら、今日はですね、家から持ってきたご飯を食べます。普段小屋泊するときは夕食をお願いする派なんですが、この日は到着が遅くなってしまって、夕食の時間と日の入り時刻が重なるということで素泊まりに変更しました。
おはようございます。今日は昨日歩いた十太郎新道とは違う唐沢ルートで上高地まで下山します。昨日途中からガスっちゃったので、リベンジで釣り尾根十太郎新道を歩いて下山することも頭をよぎったんですが、夕方雨が降るかもしれない予報なので、ここはおとなしく唐沢ルートで降りることに決めました。穂高岳山荘から唐沢小屋までの顔料帯は在天グラートと呼ばれます。十太郎新道の下りと比べたら難易度は低いと思いますが、それでも油断は禁物なので、両手を空けて慎重に降りていきます。ガスがちょっと晴れてきました。今日の夕方からは天気が崩れそうですが、午前中は晴れ予報です。唐沢小屋に到着しました。次は上高地に向けて下山しますという予定だったんですが、まだ朝の7時なんですよね。なのでこれから北穂に登ります。世の中広しといえど、穂高岳山荘から下山する日に唐沢経由で北穂ピストンする人そんなにいないんだろうなと思いながら歩いてます。それもこれも唐沢岳を経由するルートがどう見ても怖いからなんですけどね。私の動画を去年から見てくださっている方の中にはご存知の方もいるかもしれないんですが、現在北穂2連敗中です。2023年の夏、2回北穂小屋に泊まったんですが、どっちも大雨で涙を飲みました。唐沢小屋から北穂への登りは1年ぶり3回目なので、あれもこれももう見慣れていて、ルートも完全に把握しているので、正直ひょいひょいひょいって感じです。お疲れ様です。よいしょ。北穂山頂に到着しました。また来るとしましょう。2025年4回目登ります。
北保護屋のコーヒーは槍を見ながら飲むって決めてるので、今回もお預けです。家から持ってきたおやつを食べます。全く同じルートを通って、まずは唐沢まで降ります。次は唐沢から上高地まで下山します。ここからのコースタイムは5時間です。唐沢から上高地までのルートに関してはもっと詳しく映している動画があるので、概要欄にリンク貼っときます。唐沢ルートは今回の動画ではメインじゃないので、サクッと流して終わります。十太郎新道からの前穂からの釣り尾根は今の私にとっては間違いなくチャレンジルートでした。もう家に帰りたいと思うくらいきつい場面があったし、長時間歩いてヘトヘトになったけど、その分達成感はありました。2回目はきっともっと楽しめると思うから、快晴を狙ってリベンジする予定です。